8、29、30、31、30、20秒ぐらいあれですね。僕が住んでいるところは、そういうあれなのかな。おはようございます。皆さんね。あら。3日連続行こうと思います。質問は頭に星印をつけてくださいということでございます。よし。ちょこちょこ質問あるんですけど、初心者の人っていうのは、半永久的に現れるんだなという、当然のごとく、至極当然のことなんですが。初心者の人に向けた配信はちょこちょこやっていかんといかんのかなというふうに思っているんですけど、その初心者の人に向けて、今日も優しくはないおじさんが、頑張って優しく配信をしていこうと思います。絵描き猫さん1番。嬉しいね。元気してますか？お仕事大変ですか？透明水彩と、今日はアクリルを使ってやろうと思うんですけど、画材と呼ばれるものに関しては、画材っていうのは、総称として、顔料と呼ばれるまた、学校の先生みたいな話になってきたらごめんなさいね。顔料と呼ばれるものと、糊です。がくっついて、絵の具という風になるんですけども、もうちょっと人が集まるまでね、絵の具となります。で、この糊の成分が、例えば油やったらば、油絵ですね。油絵具になりますね。油というのは乾性油と呼ばれる乾く性質の油なんですけど、乾く性質の油。で、この糊が油やったらね、煮皮やったらば、煮皮やったら日本画となりますね。が。で、あれは何？ローとかやったらクレヨン？間違えたらごめんなさいね。もう適当に喋り出してますから。皆さんおはようございます。久保さんも、赤坂さん3日連続。ありがとうございます。やることないです。本当に。もう、我が家はやることないです。パステルはね、ただ圧縮してるだけだと思います。ただ、グッとしてる。パステルとか、あとは、チョークやね。チョーク。で、あと、アラビアゴムやったらば、透明水彩とか、透明水彩とか。で、アクリルやったらアクリリック。ポリマーエマルジョン。もう皆さんですね、熱心な人はアクリル絵の具。これ僕が画材屋さんっていうか工場長から聞いた話なんで、細かい部分ってあんま言えないところもあると思うんですけども、そこに、ある程度炭酸カルシウムっていうのはどれにも油絵とか、日本画は僕はよう知らないですけど、あれなんか線が描けなくなった。白になってる。炭酸カルシウムというのが入るんですね。炭カル。が、入るんですけど、これが多ければ多いほど、ガッシュと呼ばれる。炭カルっていうのは半透明なんですよ。どう言ったらいいんかな。東京芸術大学昔、大浦食堂ってあったんですけど、そこにのお米に米フエールっていうのを入れているという米フエール。本当か知らないですよ。っていうのを入れていたという説があるんですけども、増量剤なんですね、炭カル。で、そういうのをいっぱい入れてるのがアクリルガッシュとか。透明水彩の場合は、これポスターカラー。ちょっとポスターカラー多分ちょっと違うと思うんですけど、その補助樹はもう炭カルをいっぱい入れて不透明にしたもんだよって言ってたんで、ポスターカラーですね。っていうふうに言います。で、この二つですね。この二つ今日はやろうと思うんですけども、僕はあんまりアクリルとかアクリルガッシュとかっていうふうにはよう分かっていないというか、全然違うものなんですよ。ね。いやー、ほんと。もう、困ったよね。ほんと、アクリル。
で、透明水彩ね。で、今日こういう風にやっていきますね。で、ちょっとこう、頭でこういう風のを見せてるのは、初めの段階で、わかりやすくというか。で、指示体としては、どうしようかな。指示体としては、指示体っていうのは、例えば紙とかキャンバスのことですけど、こっちはもう本当に水彩紙ですね。画用紙とかでは僕はなるべくやらん方がいいかなと思いますけど、水彩紙。で、アクリルとか、アクリルガッシュと呼ばれるものは、キャンバスでも、紙でも、ガラスとかでもいいとか書いてありますもんね。ガラスとかでも、あとはアクリル、キャンバス、紙、板とかでもね。こういう風に何でも結構いけますね、みたいな。で、乾きは、こっちはもう水のあれで、それによってですけど、乾きはもう両方とも早いです。両方とも早い。で、乾いたらもうまず取れない、こっちは。だから洋服なんかね、こう、汚れないような格好とかで皆さんされた方がいいと思いますけども、私なんかは、この通り、昨日も、これは、ユニクロさんで買うてきます。皆さんおはようございます。久保さんも、ライムちゃんさんも、ポンさんも、のりおっちゃんさんも、稲葉さんも、おもちさんも、北の恋人さんも、柳さんお久しぶり元気ですか？フェロメイさん、ちょっとちらっと、こちらね、スマイリひろみさん、ウィズアルファさんもね、おはようございます。とか、もう全然違うんですよね。で、今日は同じ紙って水彩紙で、描いていきながら、アクリル絵の具。アクリルは例えば透明水彩みたいな形でも描けるし、ただ乾いたら取れない。こっちは若干取れると。若干取れるということでやったりとか、もう全然素材が違うんですね。で、言うてしまうと、なんていうかな、パエリアとチャーハンぐらい違うって思ったらいいですか？どうですか？例えば。合ってますか？どっちがパエリアでどっちがチャーハンやねんって、両方大好きですよ、もちろんね。はい。揃ってきましたので、始めていこうと思います。まずはこちらのですね、フェルメイさんでいいのかなの、曇り空ですが少し過ごしやすい。嘘、めっちゃ羨ましいな。めっちゃ暑いんやけど。アホみたいに晴れとるんですよ、こっちはもうね。で、今日はこのワンコロチ2匹描いていこうと思うんですけど、写真の位置どこにしましょう？こちらの方は、誰ごめんなさい、忘れた。はい、送ってきていただいて、こちらの方ですね。ごめんなさい、昨日、ワンコロもちさんやったっけ？違うか、ごめんなさい、間違えたら。昨日2人送ってきていただいたんで、もうじゃあ、いっそのこと2人やろうと。で、メリフェイさんはいつも透明水彩を、鬼高評価に出されているので、今日はアクリルをお見せしようかなと。ひねくれとるね。アクリルでありがとうございますと。ね。別に透明水彩でいいんですけど、やっぱ白いものを透明水彩で描くのよりは、ね、せっかくやったら。曇り空ね、本当にね、マジでね、もうほんまにも。これはバーンとアンバー。ウルトラマリンブラー。あんまり使わんかなとは思うけど。あとは、三原色でほぼ描けんちゃうかな、これ。三原色でいってみましょうか、せっかくやったらね。三原色で、これはカドミウムイエロー。ミディアム。ちょっと出しときますよ。もう三原色ある程度あったら、しかもこの冷気系じゃなければね、僕はよく言ってるんですけど、冷気系とか、あとはチンとヒューじゃなかったら、ある程度描けると思います。これカドミウム、レッド、ライト。U35。35歳以下しか使ったいかん画材なんでしょ？僕無理なんですけどね。あと白でいきましょうか。もうこの三原色でいきましょうか。あと、茶色はバーンとシェンナぐらいは、ちょっとすいません、バーンとアンバーか。あとはチタニウムホワイトね。これだけあればある程度描けるはずなんですよ。でも、なんかこう、安価な絵の具、これウルトラマリンね、これね。安価な絵の具やったらば、チンとヒュー系なんですよ。例えば、ワンコインショップみたいなところのね、絵の具とかやったらば、せっかくやったらあれしようか。ね。めちゃくちゃやんけって思うかもしれないですけど、ごめんなさいね。
ずっと僕、外国、いつも送ってくださってくる鬼高評会とかに送ってきてくださってるやつが、海沿いの絵が多いから、僕、外国の方やとずっと思ってたんですよ。で、違ったということで。そうなんだと。僕はそこでなんか花粉症が始まったんです、あの地域で。お住まいの地域で。そこに僕の、大昔です。今から20年ぐらい前に、僕の友人が、あそこの、なんとか湖ロイヤルホテルというところに勤めてたんですよ。で、僕は初めてそこに、遊びに行って、その海沿いの、海ちゃうな、湖沿いかなの松の木かなんかのところで、勲章が発症したという、本当なんですけどね。で、結構アクリルは重ね塗りがなんぼでもできますので、ガシガシとやっていかれてもいいかなと思います。で、例えばこう一回ね、全体に、白いところなんかも、ピピ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 ピ。まあ、下世話な話で申し訳ないですけど、9月は収益単価が高いんですよ。やっぱね、そういう時は頑張りますよね。こう。9月は収益単価高いんです。CM のね、あれが。でもまあ僕なんかはもう本当にこう、ライブ配信すればするほど、なぜかチャンネル登録者が減っていくというね、謎のチャンネルなんですけど。よいしょ。ペッ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 ペ。これぐらいこう大胆にこう下地として、色を置いていくことができるかなと思います。ちょっとここは光ってまいか。ちょっと光ってますね。いろんなとこからライトをね、持ってきたいなと思ってるんで。よいしょ。ゆきゆきさんもおはようございます。けいこかまださん。千葉涼しい。なんか、千葉って、なんかめっちゃ涼しいとこあるんでしょ？なんかどこが勝浦どこか知らんけど。なんかで見た。と思って、ちょっと。千葉なと思いました。どっかめっちゃ涼しいところがあるとか。ほんとこの夏でもうなんか冬も北海道とか雪降らんやったらほんまにこう、なんか移り住みたくなりますよね。なんかね。でもね、食べ物美味しいしね、焼酎美味しいしね。悩みますよね。で。で、例えばこの白の色に関しての下地なんていうのはどんな色がいいかなっていうのをちょっと考えながら、うっすらとこう影の色とかに見えてきているような、何色かなこれね。何かなっていうのを、なんとなくこう、ちょっと置いておくぐらいの気持ちで、例えば、これ初心者向けにね、いろんな方法あるんですよ。もちろん紙に書くっていう方法以外にもありますけども、今日はちょっと紙に書いていってます。よいしょ。よいしょ。そこの本当になんか松の木のところで、あれでしたね。勲章を発症しましたね。ワンコで私も嬉しいですと。おはようございます。ワンコとは嬉しいです。ワンコ人気あるんですか？にゃんこも僕大好きですよ。皆さん知ってると思いますけど、にゃんこもワンコも何でも大好きです。僕なんかでも本当に多分、犬ってあれでしょ？多分。犬も猫も、こいつ下やなと思ったら攻撃してくるでしょ？僕全部、どんな動物でも下に見られるんですよね。だから大体攻撃されます。大体攻撃、一番怖いな思うのはカピバラですね。カピバラって怖ないですか？なんか冷たい目なんか僕だけかな、カピバラ可愛いってみんな言うんですけど、あんなに怖い動物おらんと思うぐらい僕はなんか、恐ろしくいつも感じてるんですけど、あれ私だけかな。カピバラめっちゃ怖いし。我が家もですね、もう昆虫大戦争もぼちぼち終わりかけてきまして、カマキリがまだ元気にしておりますけど、クワガタさんもだいぶ天国へ召されていきまして、あとわずかとなりました。でも平田クワガタとノコギリクワガタのメス、あとはなんやろな、あとはコクワガタ
平田はもう一匹ですね。しかいないですけど。まあ、日頃から言うてるんですけど、平田クワガタは噛まれたら痛いよと、日々には言うとるんですけど、昨日、鼻にでかいのに、鼻にでかいのかな、ほんまかな、うちの弟くんが血を流してて、噛まれた言うてきまして、あれ多分ノコギリのメスやと思うんですけど、あんなレベルじゃないんですので、めっちゃこう血をちょっとですけどね、初めお父ちゃんのとこ来た時は泣いてなかったんですけど、うわぁ、平田のすとか言うたら、そこからわーっと泣き出しました。で、ちょっと明るいところもこう怖いですけど、アクリルの場合はもう一回ワントーン落としとくぐらいの気持ちでいいと思います。まあ、例えば透明水彩みたいに描きたかったらあれなんですけど、もうアクリルの場合は、ワントーン落としておいて、よいしょ。まあ多少こう毛の方向みたいなもの。もう犬はもう圧倒的に僕は大事なの、毛やと思います。で、毛の次に大事なのは目。目の次に大事、まあ目が一番かな。目が一番。2番目毛、3番目鼻口の位置やと思います。そんな感じかなと思いますので、まあそのあたりとかっていうのはちょっと注意しながら進められてもいいかなと思います。先生は野外ライブ中に鹿、カピバラ襲われたという聞いたことあるんですが、本当、あるある、鹿はありますよ。小木曽、YouTube で小木曽東大寺とか調べたら出てくるんじゃないですか。小木曽東大寺。2、3回ライブ配信、東大寺は、2回現場でやってて、その1回目、東大寺でやられてますよ。鹿に襲われて。その時にちょっと友人の、北海道出身じゃ北海道在住の友人が、わざわざ来てくれて、助けてくれたんですけど、ちゃんと動画残ってますよ。鹿に襲われる回。よいしょ。ここにインサートでね、動画をこう入れれたりすればね、これさんみたいにね、ちょっとこれさん界隈の放送が面白すぎて、あれですけどね。よいしょ。我が家は、犬は子供が大好き。いや、子供が多分子なの。僕みたいになんか、怖いみたいなオーラを出してないんじゃないの？このなんかウルトラマリンブルーだけではなかなか出ない。本当はここにこうなんていうか、フタロシアニンブルー系の影にした方が綺麗な気はするけどね。まあもうこれはもう3色で描くっていう3色プラス茶色。僕は要は受験の時にやったやり方なんですよ。このぐらいしか持ってってないです、僕受験。鹿に襲われる回ね。よいしょ、ティッシュ。ワンコロチーですか、ちえさん。そうです。弟ちゃんは今なんか、嫁はんと買い物に行きました。お兄ちゃんダラダラしてましたね。いや、ダメやな。やばいな。ほんまにちょっとダラダラ病が最近多くなってんな。休みとなるとダラダラしとる。本当になんか昭和のお父さんみたいになんか、もうダラーっとし、ぐでーっとしとるんで、どうにかせなあかんな。外行こうかって今日も言うてるんですけどね。もう多分最後やと思うから、水遊び系の、あれをどっか行こうかって言うてんやけど、いかんとか言いやがって。お父ちゃんが言うてくれるとこないぞ。だいたいパチンコばっかり行っとるぞって言ってね。パチンコ行ってゴルフ行ってばっかりやぞって言うてるんですけどね。よいしょ。で、ちょっとこう、白い色を少しこうやって置いていくみたいな形で、よいしょ。ちょっとこう筆のね、ストロークも残しながら、こうやってね。まあ、アクリルガッシュでも、アクリルでもいいとは思いますけどね。毛の方向とに合わせながら、これなんていう犬種なんですか？フェルメイさん。これなんていう犬ね、もふもふのやつね。もふもふの。もうこんなん僕、ブワーっと向こうが走ってきたらめっちゃ怖いですわ。絶対ガタガタガタって。
私も犬飼うてたんですけどね、ちっちゃい頃。マルチーズの、ミミという犬を飼うてました。かわいい。まあ、彼の中の順位が、おふくろ、親父、兄貴、犬、私でしたもんね。暇な日曜日とかよく犬のケーキってなんかガタガタにしてしまって犬もわかるんでしょうね。ガタガタなっとるわみたいな。それで、私のこと大嫌いでしたね。なんていう犬種なの？熊本ではクワガタのメスはパパコッチと言いまして、これ、いや方言でしょう。何これ？パパコッチョ？そんな風に言う？お兄ちゃんの一人で行けるは感動しましたよ。あれ、まあ、実際問題あの日、奇跡なんですよ。いやー、昨日の動画ね。いやー、私もね、なんか朝から、俺、今日から5歳で一人で行けるみたいなこと言うたんですけど、その後もちょっと渋ったり、弟なんかも毎日号泣してますけど、まあ、若干マシになってきて、若干はね、やっぱりこう、あれですよね。おとんが楽しそうに仕事してるっていうのは、やっぱ家庭にとって良くないんですよ。おとんが毎日楽しそうにしとるから、遊んでるに近く見えるんですよね。まあ遊んでますけどね。遊びを仕事にしていくということは、イコール子供には社会を甘く見てしまうというかね。こんな風にこう見えてしまうかもしれんね。っていう感じで、こう、まあ軽く一層目書きました。で、ちょっと、ここからは、透明水彩、をやっていこうかなと思います。今までやってきたやり方とも全く違うので、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。全く違うので、ちょっと驚かれるかもしれない。水がちょっと止まらない。水がちょっと止まらない。よいしょ。ね、全然違います。よいしょ。まあ、特に初心者の人とかも透明水彩って何とかね。透明水彩って何？アクリルって何とかってなると思うんで、パレット全部映りませんけどね。ごめんなさいね。春花水木さん。春花水木さん。ごめんなさい。いいタイミングで来やったの。今から春花水木さんの。もちろんこっちも書きますよ。もちろんね。これからね。で、こちら透明水彩を少しやっていこうかなと思います。で、透明水彩っていうのは基本的にはそんなにここで混色するというわけでもなく、こう、アクリルとか油絵はすごいするんですけど、まあ、やっても2色が3色多くて3色ぐらいの気持ちの方がいいんじゃないかなと、厳密ではないですけど、やはりこう、なんか、それよりは、どちらかというと、この、なんていうの？上で。ごめんなさい、何ぼか送ってきてもらったんですけど、ちょっとね、屋外の写真も送ってきてもらったんですけど、ちょっと私の中で納得いかんくて、この、あれになってしまいましたけど。で、例えばこれやったら、まあ、わかりにくいんですけど、ちょっと、こっち側から光が来ているなとかっていうことを、写真を置く場所、今日全然あれへんねんな。どうしたらいいかな。ごめん、ここに置かして。全然乾いてへんかった。最悪や。大きくね、面として、この影という面として捉えてあげるような仕事をクッション置いてあげてもええかなと。ワクワクドキドキよろしくお願いします。花水木さんでだいたいどんな画材で送ってきてはったんですかね。忘れましたけど。で、こう面でビューっとこう捉えにかかるというか、ビューっと。でした。昨日ね、バッティングセンターちょろっと行ってしもうたんですよ。手痛めてるくせにね。やっぱ手首痛いわ。嫁はんから止められたんですよ。しても大丈夫なんて言われて。まあいけるやろ。失敗したし。で、もう全然こう違いますよね。こうで、まあ、例えば大きく、影の面みたいなのをまずジャーっと描きながらも、バッティングセンター行ったんですけどね。手袋とか持っていかなあかんね。もう滑って打てへんかった。
大きな面として、ダーン、ダーン。帰ってきよった。帰ってきた瞬間にわかるね。弟の。よいしょ。もし一股してくださいね。出だしの段階ってあんまできないですけど。よいしょ。昨日勝ちましたね。ありがとうございました。よいしょ。お城守備変だよな。まあ、確実にこう素人の、ね、私みたいなど素人の人間が、絶対もっとひどいはずやねんけど、ね、ファンって言うてしまいますよね。守備下手だったな。両方ともね、犬ちゃん可愛いですよね。ワンコロチーね。いわゆるワンコロチーですね。これキャンソン紙というキャンソンボードという水彩紙に書いております。水彩紙に今日は書いております。まあ、青とバーンドシェンナぐらいとか、今ちょっとイエローオーカーを入れてみたりぐらいの、まあ、3色ぐらい。このぐらいが、まあ、適当な感じかなと思います。よいしょ。ね、いやー、あと全然関係ないですけど、サンマって安いんですか？もう安なってます？いつか焼き魚をと思ってるんですけど。この間、魚、ヤマメを食べて、あの時焼き魚描けばよかったと思って、写真ちゃんと撮ればよかったと思って、めちゃくちゃ後悔してるんですけど、誰かからリクエストされていて、そんなこと忘れてないんですよ。しもた。時ね、トトゲがちゃんとね、ヤマメつかみ取り大会みたいなの行ってきたんですけど。なんか質問してください。以前、私が鬼好評に出したワンコの顔の絵で先生は、胴体、何これ？顔の下に胴体を想像できるような絵を描いてくださいと言われました。そう、胴体を描く。ハモリさんね。今日デーゲーム2時でしょ？もう絶対僕出かけてるわ、今日。もう。絶対出かけてるわ。持病連れてね、ちょっと嫁はん休ませてあげやんといかんなと思ってるんでね。今日先発誰？グリフィン？誰やろ？なかなかね、もうこの時期はね、ピッチャーがこうきつなってきますもんね。いや、今の時期のデーゲームってすごい大変ですよね。私たち昭和時代は多分30度ってそんなにいった記憶ないですもんね。今30、まだ昨日も6度とかあって、30度いったらえらいこっちゃっていうような、ごめんなさいね、古臭い。もううるさい。このクソじじいって言うてはると思うんですけど、30度いったらなんか大変な感じやったと思うんですよね、昔ってね。今はもうなんか、30度なんか当たり前で35度いくかどうかみたいな感じですもんね。バッティングセンターのスタイル、落合流じゃないですか。右へ流す感じ。待って右へ。でもやっぱり120キロぐらいが一番いいですね。もう130はもちろん打てなくて。110が若干遅い。でも昨日手痛かったが途中からスピード変えて110キロにしましたけど。よいしょ。で、まあ、面でこう大きくこう見えるところ、ちょっと例えば茶系ばっかになってきたら、また少し影になるような面は、少しこう青系みたいに入れてみるとかってして、ですね。ピュッ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 。もうこの段階でこう全く違うものやって分かりますよね。こう書いてる感じがね。目とかちょっと濃いめにしておいてとかね。いや、これは好みの問題だと思うんですよ。だからどっちがアクリルが好きや、透明水彩が好き。それはもう好みの問題でいいと思うんですよ。
ね、豚骨ラーメンが好き言うて、なんでなん考えられへんとか言う人おらんでしょ。味噌ラーメンの方が美味しいやんとかって言い合いしてもしゃあないじゃないですか。ね。もう好みの問題ですもんね。絶対一緒でしょとか。それで大喧嘩になってもしゃあないじゃないですか。違うものやということでね。それを認める、合うのがダイバーシティというね。お台場の街じゃないですよ。ね、多様性というね。小池百合子さんが得意な英語ですけど。でよしという感じで、土台を描いていきました。こういう感じでね、土台を作るっていう作業なんですけども、大きな面も見せながらも、ですね、まあちょっと固有の色も見せつつも、で、乾かないうちに、まあもうちょっとこう仕事、ウルトラマリンブルーとバントシェンナと、ちょっとイエローカー入れたぐらいかなと思います。よいしょ。よいしょ。来週も祝日あるんやね。どうしよう。でもこういう時東京の人とか都会の人ってやっぱ遊びに行くところとか子供連れてってやっぱ都会の街の中池袋とか行くんですか？池袋は行かへん？どういうとこ行くんですか？サンリオピューロランド行くんですか？なんかね子供連れの人も過去に子育てされた都会の人とかどないするんですかね？もう完全に飽きてるんですけどいろんなところに。いや今日川行こうかな思ったんですけどね。お兄ちゃんも行きたいなって言って。あんだけ毎日風呂場の水の中に潜りまくってるお兄ちゃんが行きたいとか言うとるな。よいしょ。ウルトラマリン、バントシェンナ。この2色だけでだいたいこうね、暖色、寒色両方使い分けられてますので。よいしょ。全然違いますよね。という感じで、ちょっとこう乾かそうと思います、透明水彩。アクリルは意外とほっといても乾いていきますけど、やっぱ、透明水彩は水気が多ければ多いほど乾くの時間かかりますので、スマタしてくださいね。写真撮り方うまいですよね、だそうですよ。僕何枚も送っててて、僕からするとあんまうまくない。ね、うまくないというか、なんか、まあ、こちらの方の犬に関してはある程度家つけてくれたから助かったんですけど、もうこれ、もうちょっと引きで撮ってほしいんですよ、僕からすると。そこからトリミングするぐらい。で、こちらの方は屋内すぎて、もうちょっとこう、いい絵がある写真をと思ったんですけど、そのなんか、皆さん写真もっともっと上手くなりますよ。おそらく。という形で次はアクリル絵の具をやっていこうと思います。面白いでしょ？で、まあこれ完全に乾いてたらもう拭き取れないんですね。全然拭き取れないので、科学館巡り。電車見に行くか。ありやね。地下鉄とかがあればね、私の街はないので。地下鉄に行くとかいいよね。確かにね。で、例えばこう、薄い水でかけたようなのをグレーズって言いますけど、例えばこういう風にしてあげたりとかすると、で、これにグロスポリバーメディウムとかっていうのをやると、ツヤが出たりとかもしますし、例えばちょっとこう薄くこうかけてあげたりとかすると、もうちょっとこう深みが出てきたりしますよね。で、アクリル絵の具に関しては、ママにキッチンペーパー買うてきてというの忘れた。少しこう、ガシガシと、ちょっと右上すぎるかな。よいしょ。使ってまうかな。もしこうガシと、例えば、犬のワンコロチーノこう、あれに対して、毛のふはふはに対して、ちょっとわざとこうやってガシと、質をこう違いを見せるためにも、意図的にこう、
そういうこう、絵の具の質感みたいなのにしてあげるとか、デパートのキッズランドが休めますね。あ、デパートないよ。デパート、まあ、あるんか。そういうこう、モラージュ佐賀とかのね、知ってます。そう、しょっちゅう行ってるんですよ、もう。100回以上行ってますよ。もうちょっと経つとね、もう涼しなってね、あれなんですよ。もうちょっと経つと、なんや、吉野ヶ里公園があれなんですけど、つうてね、この間も、あれを取りに行ったんですよ。兄ちゃんと二人で。何やったっけ、カマキリ。まあ、暑かった。もう無理。ガシガシとね、こう、ガシ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 と。確かにね、そうよね。でもそこまで行くまでもね、電車乗って暑い中行くとかっていうね、あれもね、できたら車で行きたいよね。言うても東京やったら駐車場代も高いもんね。佐賀空港無料ですからね。未だに無料ですからね。めっちゃ増えましたけどね、佐賀空港利用者。私が来た時に比べたら。もう一回大阪便復活してほしいんですよね。大阪便復活してくれんかな。で、ちょっとこう、不透明感あるタッチをこう乗せながら、少しこう背景の、例えばかすらせて描いてあげて、ざらついた雰囲気にしてあげてみたりとか、写真センスなくてっていうか、やっぱね、もうこれはね、枚数重ねながら、どうしてもまだこう、絵を描くという目線ではなくて、可愛いっていう目線だけで撮ってしまってるんですよ。で、その、プラスアルファに描く際のこう、フレーミング構図とか、まあ、犬はよう動くからなかなか難しいんですけど、そういうのはやっぱ経験ある程度積んでくると分かってきますよ。多分ね。分からなかったらすみません。絶対に。で、ちょっとこう、集中力を入れながら、少し、例えば、目とか顔とか、さっきも言いましたけど、やっぱりまず目の形みたいなの、このね、なんか、これ何の種類か書いてあった。私はサバのみりん干しを写真撮っておいて、いつか描こうとストックしてあります。いいね。マイクすん、もしなんか質問あったら、始めてみますって、もう祝日の今日始めてみますという人もいると思いますんでね。よかったら質問してください。質問なかったらウィースでもいいですよ。ウィースとか、チースでもいいですよ。誰やねんとか言うかもしれませんけどね。よいしょ。チースでもウィースでも何でもいいですよ。まあこういうところはちょっと一気にこう集中力を上げながら、なんていうかな、こう書いてきたタッチといきなり全くこう別のタッチにならないようにはなんかすることはあるかもしれないです。違和感が出すぎないようにしながら、もちろんこうね、本物のこのワンコロチー、名前なんて言うんですか？太郎ちゃんですか？太郎ちゃん本物見てないから、なかなかこう、ね、見ないかもしれませんけど、
よいしょ。すみません。あけみんさんおはようございますと。あゆむちゃん、羽田に飛行機見に行ったり、あ、いいよね。羽田、この間僕も羽田空港の、あそこでぼーっとしてました。動画の編集してました。ね、必死になって羽田空港の中の、ガチャガチャコーナーを探し回りました。朝早い便で帰らんといかんかったから。お土産買わんとこ、地獄が待ってることはね、皆さんね、うちの我が家のうるさい奴ら、お土産はって言われるからですね、必死になって、でもなんかこう、もう高いじゃないですか、もうね、あんまり子供のお土産ってないんですよね。なんかソニーショップぐらいの、ソニーショップやったっけでそこでなんか、もう買うものも決まったらしいなと思って、こんのやらと思ってたら、ネット調べたらガチャガチャ売り場ありますっちゅうので、お、あるやんけちってガチャガチャ。やっ500円もしましたよ。で、またカブトムシのガチャガチャなんとかそれで、お父ちゃんの出張は許されました。で、白とかをちょっと使いながら、ちょっとこう白とかを使いながら、ジェスモが本当はいいんですけどね。ジェスモも嫌だな。ジェスモ、ジェットと言います。ジェット。で、初心者向けなんで、ちょっと説明しますけども。で、先ほど言ってたアクリリックポリマーエマルジョンっていうものと、書いてあるかなこれアクリリックポリマーエマルジョン。ここにね、炭酸カルシウムって書いてるんですよ。こう、ピント合わないから上げてもしゃあないんですけど、ここにね。で、この炭酸カルシウムというのが、要は先ほど言ってた、いわゆるガッシュ。これいっぱい入れれば入れるほどガッシュになるんです。で、あとはチタニウムホワイトっていう風に書いてます。これを混ぜ合わせてると。要は顔料ね。で、炭酸カルシウムっていうのはそういう、こう、まあ、チョークなんかそうですよね。チョークってもうめちゃくちゃ安価で大量でしょ。誰かチョークとかをちょっと先生すみませんってもうちょっと実験させてください言うてチョークなんか使わんのか水かなんかで溶解してみたらなんか半透明のなんか白っぽいのができるはずですよ。今適当に喋りましたけど薄いね薄いカルピスみたいになると思いますよ。水かなんかポイと入れたら。私の予想ですけど。よいしょ。で、こう、毛の方向とかに合わせて少しね、こう描いていって、先ほどちょっとこう、半透明ぐらいのこう、半透明っていうか、グレージングみたいなのも、こう、少しこう塗り残しながら、水が出ましてる。さあ、お兄ちゃんが映り寄ったぜ。よいしょ。サモエドという犬種。うわ、大きいと30キロ。でかー、20キロ前後。うちのチビぐらいあるじゃないですか。まあ、犬はね、抱っこせーとか言わないからあれでしょうけど、でも、ね、もうこっから汚い抱っこせーとか言わんからいいですけど、いやー、そんなの絶対また肘痛めるな、私な。でっか。そんなでかいんや。30キロあるんや。どこのあれなんですかね。すごいね。こっちはなんかザ・シュー言ってましたよね。昨日なんかね。よいしょ。いつもジェスト使われてるんですが、絵の具の白よりも隠蔽力強い。いや、弱い。弱い。けど柔らかい。要は線みたいなのを引くときは、こちらの方がほら、わかる？弱いけど、隠蔽力自体は、じゃあ、アクリルの白に水混ぜたらええやんけって話ですけど、めんどくさいので、弱いし、ただ柔らかい。もう、硬さが全然ちゃいますよ。どっか出したいけど。全然ちゃいます。なんていうんかな。普通にこうお店で買ってきた豆腐みたいな感じとしたら、これはなんか、嬉野の温泉豆腐みたいな感じ。やわやわな感じ。もうちょっと例えると、これ、讃岐うどんならば、これは、あれですね。助さんうどんみたいな感じ。わかりやすい例えでしょ。皆さんスッと入ってくるでしょみたいな感じも全然違います。同じ食べ物かっていうぐらい違います。わかりました？全然違います。今こちらは、巻きのうどんでございますね。
あ、助さんうどんでもうどん屋ウエストでも何でもいいですよ。ね。よいしょ。で、まあ、例えば、まあ、こっちの方はもうね、だいぶ、これはあれですね。何やったっけ。忘れた。近くにもあるけどなんとかうどん。讃岐うどんの、なんちゃら。まあ、ちょっと絵的にはなんかこっちに流れてる感じがするから、こう構成として少しこういう動きが欲しくなってくるなとか、なんかそういうのも感じますよね。なんかそういうのも絵を描きながらやっぱこう、感じていくことがすごい大事かなと思います。アクリルに関しては今日3色で今描いてます。3色、プラス茶色、プラス白、4色、5色か。5色で描いてます。赤、青、黄色と、鼻水出てきた。アクリルで描くワンコロチ、毛並み感じられていいですと。サンシャイン60のプラネタリウムや水族館、大宮から比較的近いので子供たちが小さい。いや、僕もなんか若い頃なんか行きましたよ、池袋。あそこのサンシャインの近くのバッティングセンターめっちゃ行ってました。サンシャインの入って、あそこなんとか通りあるじゃないですか。なんかわからんけど。あそこの通りからサンシャイン右の方入っていくんですけども、池袋の駅から。左、もう入る寸前の左上のとこにバッティングセンターって、よう行ってました。なんか仕事サボって。水道端っていうところで、なんか、で、学生のためになんかこう、モチーフとか買いに行ってあげたりしてたんですよ。東急ハンズの向かい。今もあんのかな、東急ハンズ。東急ハンズの向かいぐらいの、買いに行って、なんかじゃあもう買ってきたるわ、言うて、チャリンコ乗って、よく学生のチャリンコ借りて、なんかモチーフ買いに行ってあげたり、なんか必要なもん買いに行ってあげて、まあ、買いとき言うて、そのままなんか、サンシャインのあそこのバッティングセンターでサボるというのが日課でございました。よいしょ。よいしょ。で、まあ、暗い方の影って、まあ、あまりこうね、しく出てきてもいけないですけど、しっかりと混色して、こう、描いていってあげると。よいしょ。という感じでアクリルは描いていきます。またちょっと描きますけども、一旦この辺りで、アクリル、ポリマイマル状もまた吸して、透明水彩の方に移ろうと思います。何時間始めた ?50 分だったっけ？わかりやすいですか？こう2つ同時にやっていくとよりわかるでしょ？初心者の人も、物が違うってわかるでしょ？物が違うっていうか画材がね、わかるでしょ？どれぐらい違うのって言われたら、もう本当にパエリアとチャーハン、カツ丼と天丼違うでしょ？全然違うなと。カツ丼と天丼ぐらい違うなということが分かってもらえるんじゃないかなと思います。新書か。この辺がいいか。鼻水かませてください。トリミングをしたのを送ってしまったのか。トリミングはね、羽田空港。来週、おいの子供たち、8歳、5歳、3歳。うわー、大変です。3匹も来るの？ひいばあちゃんに会いに来ますと、お絵描きで、間を埋めようと考えていますが、黒鉛筆、色鉛筆、水彩のどれがおすすめですか？まあ、クレヨンやろうね。なんかクレヨンのなんか、棒状のやつ。僕、一回も見たのかな？これ、コータばっかりやねんけど。これがええんちゃうかなっていうふうに思うんですけどね、なんかね。8歳ぐらいやったらそういう、なんか段ボールかなんか用意して、段ボールかなんかにガシガシ書かせたらええんちゃうかなと思いますけどね。で、段ボールの下にこう、ブルーシートとか、安いこう、ブルーシート、100円ショップとかで、レジャーシートみたいなの買うてきて、で、それの上に段ボールバーンって引いて、書かせたらいいんじゃないですか。ね。いやー、そりゃ、時間をね、あとどっかなんかね、遊びに行きあるとことかあるのかな。いやー、なかなかやね、3匹。うちのお袋もなんか、うちの2匹が、遊び行ったら、帰った後めっちゃ疲れてるもん。
申し訳ないなと。うちのうるさいの2匹連れてったら。よいしょ。ほぼね、バーントシェンナとウルトラマリンブルーと、イエロー化ぐらいで終わらしているというね。ちょっとこういうところ集中力持って目なんかを、ググググググ。目がね、本当にクソ老眼じじいはね、もう見えへんな。クソ老眼じじい。ひいじいちゃんおいくつなんですか？ねえ、いいじゃないですか。ひいじいちゃん、80ぐらい？ひいじいちゃんモデルしてくれんかな。ひいじいちゃんをクレヨンで描く。いいじゃないですか。で、透明水彩基本的には僕は使いますけど、まず白はなしで、初心者の人とかは白はもう極力使わないで、練習されていくことがいいかなと思います。で、紙の白というのが白です。わかりますかね？紙の白が白。要は塗り残しながら描いていくと。ことで、いくつぐらいのね。よいしょ。なんぼでもこう、生きてきた勲章を書いていいということを条件にぜひね、なんかね、写真送ってきてくれんかな。マサオさんまた書いてもいいんですけどね。マサオさん結構いい写真を。で、なんか写真基本的にはなんかこう室内で撮ってもろてもいいと思うんですけど、なるべく自然こう光が入る窓際におじいちゃん立ってとかね、ワンコロチちょっともう無理やり連れてって、椅子の上でもバンって乗せてね。っていう風にこうやられたら僕はいいと思うんですよ。なるべくね、自然光とかが入るような状態みたいなのにやられていった方が、多分こう、どうしても蛍光灯とかのいろんな光が入ってくると絵に描くとき皆さん描きにくいはずなんで、ね。クーピーペンシルみたいな。でもね、クーピーペンシルよりね、もうちょっとね、ちょっとまだ使って、ちょっとごめんなさいね。ちょっと小休止でいいですか？
ごめんごめん。ごめんごめん。小休止のまま、声がね。ごめんなさい。どこからやったか。ごめんなさい。もう一度言います。ね、マネージャー欲しいよね。こちらのね、なんか、クレヨーラ。48色。700円ぐらいやったような気がするんですよね。ごめんなさいね。クレヨーラ。結構なんか輸入代理が宮崎市なんとかって書いてありますよね。ドリームブロッサムというところが。で、わからん。まだ使ってないからはっきり言うと。で、これやったらなんかこうスティック状のこういうね、状態なんで、私の美声な期間でいいんですよ。なんかこう、これでは、なんや。あれ。クーピーとかやったら多分ね、乗らんと思うんですよ。これやったら乗らんかったらごめんなさいね。やってないので。ごめんなさい、聞こえたね。ぐっと減りました。陰影素密ドラマチックで素敵ですと。ね、こう皆さんもぜひね、初めての方もコメントくださいね。こうやってね、突然無言おっさんになるんですけど。まあ BGM ぐらい流れてたでしょ。ね、無言おじさんになるんですけど。だからスイッチャーみたいな人とかおるよね。こうね、テレビのね、なんかこう、テレビとかのあれでね。で、白を塗りのこう、白をあれすると、もう全然違うこう、画材やなっていうことがこうやって見てみると分かってもらえるかなというふうに思います。ね、皆さんね。ちょろっと下に行ったけど、お兄ちゃん、未だに強烈なダラダラ、まだパジャマで。私も下パジャマなんですけど。ね、おはようございます。いっぺこっぺさん。たくさん入ってて良さそうですね。音楽だけで歯医者の待合室みたいになってます。すいませんでした。歯医者の待合室。歯医者の待合室。なんかね、皆さんの、本当にこう、子供が遊びに、どんな感じの地域なんですかね。それにもよるよね。8歳、3歳、5歳。何が楽しいの？来週末ぐらいからちょっと涼しなるというようなことを言うていたような記憶はあるんですけど、どうなんやろね。ほんま暑いですよ。考えられん。皆さんのお住まいの地域はそうでもないんですかね。よいしょ。もしなんか質問あったらしてください。音が消えた途端に人はガッと減ります。初コメ。昨日もサラさんコメントしてへんかったっけなんか昨日僕読んだ記憶、昨日かおとつい読んだ記憶ある。サラさんだっけな。で遠慮なくしてくださいね。昨日読んだような記憶ある。サラさん。よいしょ。あとは人をなかなか覚えれない病という私はね、病気なので、皆さんね、お名前もなかなかシュッと覚えれなかったりしますのでね、お許しくださいね。ねよいしょ。濃い。まあ、暗いところを描いていくというような感じで描いていきます。考えてみたら、同じ喋りながらね、ダラダラ描くっていうなかなかね、本当はね、ちょっと集中して描けようという話なんですけど、ちょっと白とかも入れてみましょうか。僕は案外こう、白とかでこうグレートーンみたいな色を作ったりとか、微妙なこう、色とかを作って、描くこともあります。で、こう、拭き取るときは、こう、まず水とかつけて、筆先に水とかつけて、ゴシゴシと。いいですよね。皆さん、こう移動中に見てたりとかさ、いろんなことできていいよね。僕なんかはこう、移動中には絵描けへんからね。移動中にダラダラ見てはる人いるんでしょ、今も。
今日仕事行くとかね、遊び行くっていう途中でダラダラ見てたり、ご主人が車の運転してるところ横でダラダラ見てるという人もいるんでしょ。不思議なこんなね、もう本当に。よいしょ。初コメで水彩画の残す描き方とても難しい。まあね、このなんかね、形をちゃんと意識していくという意識を持たないと、ね、なんかもう塗り残しっていうような感じでこう、イメージするというより、このこう白い毛がここにバサーっとなって、これが下にキューッとなってピューッとなっとるでっていう意識を持ってあげやんと、なんかいかんかなというふうに思いますよね。皆さんはアクリル透明水彩どうですか？どちらがお好きですか？よいしょ。投票機能って僕は、ちなみに、主催者側は自分で投票できないんですけど、あれ途中で変えたりできるんですか？一回やっぱ投票してしまうともうあかんのですか？もうそれが反映されてしまうんですか？わかりませんけども。で、まあ構成とか考えると、ちょっと例えば、ね、こちらの方に寄ってるから、この辺とかにちょっとこうアクセントみたいなのが暗い色が欲しくなるなとかっていうことを、構成は常にこう見るということですね。画面の構成、こういうのを見てあげるということで、ここにグッとアクセントが入ってくると、ちょっとこう違ってくるかなとかですね。これがガラガラっとると。まあ、2枚同時に書いていくというね。唐揚げを、こういうのは塗り残しですね。よいしょ。福岡の方見てはるかどうかわからんけど、あそこがなくなったんですね。何やったっけマリノワシティ。なんやねんそのマニアックな話と思うかもしれないですけど。いやー、ちょっとショックやな。知らなかったという。なんかこう、アウトレットモールがあるんですよ。で、ちょいちょいっていうか、1年に1回は必ず行ってました。なんとなく気分転換にこう、ドライブ兼ねて。で、まあ、そんなに服買うわけでもないけど、観覧車もあったりとかして、結局僕はあれ観覧車乗らんかったな。チビがあれで乗せてあげたいなと思って、昨日、嫁はんに言うたら、あそこ潰れたよって言われて、って、嘘って、観覧車乗せてあげれんかったやんっていう話をしてたんですけど、結構私の中ではショックなんですけどね。いつも正座して見ても、だらだら見てますよね、普通ね。で、そんなもんですね。田舎の方が子供遊ぶの大変かも。山も川も海もあるけど、整備されていないから危ない。いや、全然危なくないんですよ。全然整備されてるからいいんですけど、夏場の遊ぶ場所なんですよ。実は大事なのは。夏場が暑すぎて、いやもう冬とか秋とか春とかはもう全然どこでも遊べるから、もう整備されてなくてもいいんですよ。もうとにかく暑すぎて、いや都会より全然あれですよ。本当に。どっかで適当にね、海連れてっても、あれしても、川連れてっても、なんか、そんな人おらへんし、それは全然いいんですよ。夏場なんですよ。特に6、7、8、9。この4ヶ月の問題です。あとはもう冬場とか別に真冬でも僕は全然公園とか連れて行きますから、寒って言いながら走り回ってあれしてますよ。夏場なんですよ、夏場。本当に夏場の遊び場所のなさ。まあ、プール的なとこに連れて行くぐらいしかないと思うんですけどね。っていう感じでちょっと透明水彩一旦休憩しましょうかね。でちょっとじゃああとワンタンぐらいで、終わろうかなと思いますけど、アクリルの方を少しで透明水彩を描いて、今日もね、すみません途中声またいつものように切れてしまうという、問題が起きましたが。透明水彩は他の画材よりぼかしが様々描画可能ですね。残すところ
も形を意識するんですねと勉強になります。水彩ってエッジをぼかせるけど、アクリルはどうぼかすんだろう。まあ、エッジぼかそう思ったら、こっちとこっち絵の動いてバッとするとかね。バッとするとか、そんなことかなっていうふうに思うんですけど、あとは重ねていって、例えば、ここ今すごい強いな思ったら、なんかこう、ね、普通にこんな風にして、書いてあげて、エッジ弱めてあげるとかっていうのもできますしね。できますよ。なんか透明水彩、とはまた違うやり方ですけど、できますよ。少し水が乾かんうちに書いてあげたりとかすると、こう輪郭みたいなのがこうぼかしていかれたりとかするなとかっていうのがですね。勉強になりました皆さん。大丈夫ですか？意外とね、透明水彩とアクリルの違いみたいなのって、なかなかこう、もうこれだけ明確にやらないと、やっぱりこう、難しいようで、今日のは分かりやすいでしょ？これだけ違いますっていう。よいしょ。まあ、どちらかってこう、アクリルの方は、少しこう写実的な方向には寄せやすいかなと。もう本当にこう、違うものなんで、それでこう論争とかをしたいわけではもちろんないのでね。いや、それはもう九州のやわやわうどんも美味しいし、ね、讃岐地方の、うどんはこしやろっていううどんも美味しい。両方違うじゃないですか。たとえ違う両方ちゃうやないですか。もう89になってる。暑すぎて、めっちゃ減った。夏祭りみたいなのあるけど、僕があんま祭りすぎじゃないですよね。夏祭りもなんか夜も暑いじゃないですか、今。なんか来てたけどね、地元のなんか、夏祭りなんちゃらみたいなとか。もう人多いし、なんか幼稚園主催のなんか行きましたけどね。途中でなんか暑すぎて、なんかね、きつくなったんですよね。よいしょ。花火大会とかなんか、花火あったんですけど、僕のアトリエから見えるんですよね。で、その日確かなんかでも泊まりに海行ってましたもんね。よいしょ。寝落ちしてました。ドイツはね、ドイツ何時ぐらいのね、ヨーロッパはね。まあこれぐらいこうですね。今でどれぐらいだったかな。1時間8分。ねえ。まあ、どちらかというとこう暗い色でこう描いていくというよりは、まあ明るいので描いていったですね。今回特にね。でもっとまた複雑にしたいなとか、もっと微妙な感じしたいな。また例えば今水を多めにした。ので、少し暗いところとかのこう境目みたいなのをこうしてみたりとか、まあ、全く違うもんやからね。でもそれは両方楽しめたら面白いし、なんかどちらかをやったらどちらかにこうなんか自分にね、いい影響みたいなのがあるかもしれない。夏祭りか。行かんかったな。まあなんか幼稚園主催ので、行きたいってちゃんと聞いてあげればよかった。あんま僕もやってんの知らんかった。よいしょ。でかなる夢みたいですよ。皆さんこれね。でかなりますせー。こんな風にね、この90分ぐらいでだいたいこう、ある程度書き上げるというね、配信も珍しいでしょ。もっと長々やってもいいんですけども、体力がね。よいしょ。
で、またジェストの白とかを使いながら、水彩アクリル同時ライブ教えることができる方、そういませんねと。すいません、透明水彩って普通の不透明水彩。ちょっとこのハートマークで見えへんねんな。不透明水彩と併用したらややこしく。いや、全然ならないと思いますよ。不透明水彩ってガッシュのことでしょ？ガッシュと呼ばれてる売り方と、ポスターカラーという風に言って売っているのと、あると思うんですけど、全然、僕はいいと思います。私はね、全然いいと思いますよ。で、はじめちょっと説明ちょろっとしましたけど、ポスターカラーとか、まあ、いわゆるガッシュっていう風に売ってる。なんていうかな、名前がこう、違うけど、まあ似たような多分成分。僕はもう使ってみて、なんかこう、透明水彩やとかポスターカラーや全然違うって思ったことないというか。で透明水彩と不透明水彩は違うなっていうふうに思いますよ。でも、使い方自体は、そんなにこう、変わらんかな。私はね。私はちょっと多分特有なんでしょうね。変なんでしょうね。もちろんここにこう、アクリルをガンガンガンとこう乗せていってもいいわけですよ。こうね、いいんです。だから、アクリル絵の具で、こう、白いところとかもうちょっとこうかな、思ったらこうやって乗せていってもええし、今日はこれがやりたかったっていう話なんですけど、最後にね、こんな風にね。こういうところの毛なんかもうわーっとこうちょっとアクリル絵の具がなんかで、少しこう盛り上げてみてとかっていう方法があってもいいし、ほんとみんな仲良くしようよっていう話よね。違うか。まあ、なんかこう、ガッシュ代わりにアクリル絵の具使ってもええし、ね。よいしょ。みんな仲良しになりましたか？ちょっとこう、首輪のこのね、リードの部分のここのとこもうちょっとちゃんと描いた方がいいかな。こういうのあんま絵にこう必要ない部分とかはガガッとこう適当にじゃないけども、かっこよくこう、さばきで見せてあげるぐらいの感じでもいいかもしれないしね。よいしょ。地元の夏祭りとか行くとやっぱ議員さんとかいっぱいおんのかな。議員さんとかおんのかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。という感じで、アクリル絵の具の方は、まあ少し、おひげちゃんとかもこう描かなあかんのでしょうけど、なかなかここまで細い筆が今はないので、よいしょ。まあ、メリフェイさんどうですか？大丈夫そうですか？こんな感じで。まあ、メリフェイさんどうですか？一味さん、産業革命以前の絵で水彩と紹介されている絵のほとんどは不透明水彩らしいです。おい、そうなんや。まあでもなんかそこの辺ってなんかこう、ものすごいこう、もっと僕適当やったと思うんですよね。なんかね、さすがみちみちさん。なんか技法材料研究室みたいなことになってきたね。なんか、すごいじゃん。そんなこと別に勉強するわけ、僕らの時はね。今そんな感じでなんか勉強したくなるよね。よいしょ。
だそうですよ、皆さんね。産業革命以前の、だから1850年より前ぐらいのとか、そんな感じなのね、多分ね。まあ、不透明水彩が主で、それ以降はまあ、多分それ、アラビアゴムと、まあ、顔料と、で、混ぜ合わすのに、こう、機械がこう、しっかりこう、できるようになってきたから、多分少量のもので、こう、要は、間に入れる炭酸カルシウムみたいなものとかっていうのが、少なくて済む、機械によって力でできるようになったからってことやろね、多分ね。っていう話だよね。油彩だとワンコのふわふわ感出すの難しい。そう簡単やんか。危ないのがよっぽど簡単やで。これ、まあ、ふわふわしてます。もっともっとふわふわさそう思ったらできるんですよ。時間あればね。まあ、言うてるように、今、1時間15分ぐらいで2枚書いてますからね。そう油絵のが簡単なんちゃうの？そんなことじゃない？ひどいわ。絶対ひどいわって言ってます。ね、まあ、例えば、ちょっとこう、アクリルとかも併用してみたりとか、こちらの方はある程度もね、こんな塩梅で、アクリルの方は、こんな塩梅で、一応サインでとこうね。後で入れるのを忘れることようあるから。違うかな。よいしょ。まあ、不透明水彩の場合って、なんかこう、先ほどのちょっと質問戻りますけど、不透明水彩とあれの併用はややこしくなりますかっていう質問に対してなんですけど、こういう風なパレットで不透明水彩合種っていうのはやられるんですかね？僕はだいたい紙パレにピピピちょん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 と出して書いたりとかすることが多いから、なんていうの、書き方自体、なんかだいぶこうあれよね、下からこう見て書いてるんですよ。いつもやったら普通にこう整体してね、書くんですけど、ちょっと顔がこうなってるね。いや、その言い訳で申し訳ないけど、ちょっとこうなってるね。すいません。今、ここがもう少し目の高さこのぐらいだったね。ごめんなさいね。言い訳ですよ。世の中で言う言い訳っていうやつですよ。ね。よいしょ。で、ちょっと、またそこにこう透明水彩とかでアクリルの上とかにもこう別に書いていけますし、ごめんなさいね、これ。書くこと自体には慣れてきたんですけど、初めの頃もライブ配信何度か言ってたんですけど、難しいんですよ。下からこう見て書くって。やっぱりこう、大体絵の、まあ、よく言われるのは、2対1のところぐらいに、こういう風にして、こういう風にして、2対1ぐらいのところに来るというような状態で描く方がいいというのは、なんかこう、絵を習い出した時によう言われました。でも私は今、こう、斜め下から見ているという状態で描いてるから、これはどうしようもないのでね、キャメラがあるからですね。皆さんに見やすくということで、形が悪くなったのをたまに文句言われますけど、許して。ね。それぞれ可愛いんですって。よかったですね、皆さん。この画材を踏まえて、犬のうんぬんかんぬんやなくて、今日最後にアンケート取りましょうか。アクリルが楽しそう、あれが楽しそう、透明水彩が楽しそうということで、どちらが、この犬の犬種じゃないですよ。犬の犬種が、こっち可愛い、こっち可愛いって話じゃなく、どちらの画材が楽しそう、どちらの画材が楽しそうですよ。犬の犬種は抜きにしてね。こんなのね、アンケートもね、アクリル、透明水彩、皆さんぜひ最後アンケートご協力を
まあ、私が YouTube 始めた頃はもうアクリル絵の具の動画上げても上げても視聴回数が、ね、クソほど低くてもうこれ意味あんのかというぐらいのなんか気持ちでおりましたけど、なんか今はだいぶこうね、4年も5年も頑張ってやってくると、やっぱコツコツという森脇健児先生が言ってた通り、本当にこう、なんかなってくるのかなっていうふうに思うんですけどね。やっぱり認知されてくるってことはすごい大事なことなんやろうなっていうふうに思うんですけど、よいしょ。よいしょ。認知っていうのはすごい大事なことかなと思って、やっぱりいろんな画材を皆さんが知ってきてくれてるなっていうのは非常にありがたいし、なんかこうやっぱりこうね、どっかで知らないと知らないものは知らないじゃないですか。なんていうの？僕未だにパチスロじゃなくて、パチスロって何なのかよく分かってないですもんね。パチンコは分かるんですけどね、パチスロって何なんっていうね。パチスロそういうもんじゃないですか。やっぱね、一回こうやってみやんと分からんのに。悪口は言ってないですよ、皆さんね。パチスロのことは悪く言ってないですけど、僕はなんでこんなことだらだらたまにこう言うかっていうと、自分の卒業制作5000円で買い取りになった作品が、何分かな ?30 分ぐらいで、なくなったんですね。パチンコに行って、みんなでやったんですけど、一瞬で5000円が消えたということで、この話をよくします。あれだけ時間かけて書いた作品の5000円があんなに一瞬で消えたというお話をちょいちょいしながら、どちらかな。アクリルは深みが出て透明水性柔らかさあります。変面的で雰囲気それぞれ特徴を対比できて勉強になりますと。春之助ですと。春之助これ春之助っていう名前なんですって。実際に挑戦したくなりました。左のようにバックが暗いと、色鉛筆の白、使えると思いますよ。確かにね。透明水彩難しいです。どっちも。透明水彩チャレンジしてみたくなりました。仕上がりを見るとどちらも魅力がありますと。皆さんね、アクリルがやっぱちょっと、そんなん言うたらアクリルに行くわな、そんなん言うたらアクリル行くわな。まあなんか、すごい比較し、今回のね、ワンコロチーが、お二人の方、ありがとうございました。送ってきていただいて。あと、90歳以上のおじいちゃん、大募集。誰かいませんか？うちのじいちゃんなら、近々会うんやけど、うちにおるじいちゃんをちょっと、ベランダまで行かんで、窓のあるところまで連れてって、じいちゃん、悪い、ちょっと、モデルしてくれ、ちって。もちろんお名前出してほしくなかったら出さないので。出してもいいよっていうか、いや、逆に出してとか言うんやったら出しますし、誰々さんのおじいちゃんです。ね。今、多分、メジャーリーグを見てる、マサオさん元気ですか？おさえさん、昨日個展の最終日やったよね。お疲れ様でした。最終日やった。この暑いね。9月やったらちょっとマシになるかな思ったら全然ならんかったね。よいしょ。アクリルに皆さんだいぶ興味もね、持たれて。紙とかにも書けるからね。そういうところはやっぱりこう、少しね、ハードルがぐっと下がるかもしれないですよね。まあもちろん板とかに書いたりしてもいいし、なんかこう、たまに削ったり、昨日みたいな火の鳥でアクリル書いてて、火の鳥のようにこう削ってあげても面白いかもしれないし、まあそういうのもいろいろあるし、春之助くんと言いますよ、皆さんね。かわいいね。本当にこの目が両方ともね、かわいらしいね。鼻水が止まらんね。鼻水が止まらんね。という感じで、アンケートの結果は60、40ということで、52名の方が投票ありがとうございました。コメントはできんけど、ここにはできるって方もいるでしょうしね。面白かったですか？今日も楽しかったです。やっぱ絵描くの楽しいよね。皆さんどうなんですかね。
途中音声が入らない時間帯申し訳ございませんでした。歯医者さんの待合室みたいな気分でいいんじゃないですか。という感じでございました。ワンコのちいちゃんをちょっと写真をね、しますけども、これだけ画材が違えば、これだけこう出来上がりも違うし、プロセスとしても全然違うぞということが初心者のあなたにも分かったのではないでしょうか。先生、動物苦手なんて本当苦手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 うまく描けてるこれ苦手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 。まあ写真見て描けちゃったら描けますよ。でもほら、なんか動物たちが僕のことをさ、なんかあいつはもうあれやから、クソ人間やからって下にいつも見てきよるからね。お、すごい。セッタのアクリルとなんか結構いい表になりましたね。57、43%。ワンちゃんと人物の組み合わせが見たいです。ワンちゃんと人物の組み合わせ別々でよくないという感じでございました。いかがだったですか？こんな感じで。どないでっか。素敵。もともと野良犬、これ、そんなことじゃないよ。イケメンよ、感じで。めちゃくちゃ、イケメンやと思いますよ。イケケンか。イケメンやと思います。生きてますと、めっちゃ素敵な絵ですとね、皆さんね。ありがとうございました。もう鼻水が、もう、ぶっ飛びそうでございますけども。ご視聴ありがとうございました。3日連続やったら声が潰れるということが分かりました。皆さん、良い祝日をお過ごしください。くそ暑そうだぜ、どこに行くか。終わります。終了。はい。